はい、こんにちは。今日はね、古代のコア、前編やっていきたいと思います。要塞の中央にいる超強力な敵、こいつをなんとかして倒したいっていうことで行ってみましょう。まずちょっと前回はしょったところなんだけど、要塞の壁に出入り口を作るところから。この要塞の場合、上から飛び込めるんだけど、どちらかというと中でゲットした資材とかを持ち出すための出口が欲しいってところかな。で、こんな感じで壁を破壊するつもりで殴ってって、これ私も今回破壊するまで気づかなかったんだけど、この角の部分って柱みたいな部品になってて、ここを壊しても中に入れないんだよねしょうがないので引き続き壁を殴っていきます。ちなみに今使ってる展開式ブレードは折りたたみタイプの大型武器として作ったとはいえ、さすがにもっと広い場所じゃないと使いにくいかな。探せばもっと殴りやすい壁もあったかもしんないんだけど、これだけ狭い場所でもなんとか使えるっていう実践データが取れたので、まあ上々でしょう。で、一見ちまちま削ってるように見えるんだけど、この壁は防御力が7550もあるので、これに2000とか3000ダメージが入ってるってことは、実質1万ぐらいのダメージを連続して与えてることになります。途中たまに当たるビーム砲にやられたり、展開式ブレードがよじれてぶっ壊れたりもしたんだけど、なんとか割ることができました。この世界では大きな物体ほど防御力が高くなるので、それでさっきまで苦労してたんだけど、いっぺん割ってしまえばその分防御力も落ちるので、これ以降は消化試合ですね。とりあえず穴を開けた後は砕いた合金を材料にして板を作って、一応出入りできるくらいのスロープをつけとけば、まあこんな感じで大丈夫でしょう。よし、入り口付近の安全もだいたい確保したので、いっそ蘇生装置を中に入れときましょうか。重いものを運ぶ技のうち、今回は設計図を使う方法。単純に範囲内に材料を入れといて、生成先を指定して、おりゃ、注意点としてはちゃんと固定を外しとかないと材料として認識しないのと、これだけ重いと設計図で消費する電力が大きいってところかな。とにかくこれで毎回飛び込まなくても良くなりますね。まだ邪魔になる敵とかも残ってたので、若干やっつけたりもしてるんだけど、だいたいこれで中央広場までの動線が確保できました。よし、じゃあいよいよ古代のコアと戦ってみましょう。ちなみに古代のコアはこの世界でのボスキャラとして位置づけされてて、これ以降ボスとして呼称します。とにかくいざ。こんな感じで飛び回りながら誘導ビームを撃ってくるし、周りにもまだ敵がいるので、そう簡単に倒せそうにないですね。
こんにゃろこんにゃろこんにゃろ。ちょっと惜しかったね。って言ってもね、もうちょいで倒せそう。こっちはリスポーンしてるんだけど、相手のダメージは残ってるんでね。ちなみに蘇生装置を持ってきてるからといって全てノーガードで食らってやる義理もないので、今回は盾を装備して戦ってます。今持ってる武器は適当にタングステンのかけらをくっつけただけの武器なんだけど、まともに命中さえすればダメージは入るので時間の問題かな。いけるか？こんにゃろ。お、やったか。第一形態はやっつけましたね。このボスは第3形態まであるんだけど、誘導ビームを打ってきてた第1形態から第2形態では自爆ドローンを飛ばしてきます。盾1枚あったくらいだと簡単に吹っ飛ばされるし、なんなら武器も吹っ飛ばされるので、それもあって武器を両手で持ったりもしてるんだけど、どうなんだろう。リスポーンした時に武器はやられた場所に残っちゃうので、それで武器は多めに持ってきてたんだけど、ちょっと足りんかったか。武器を拾いながら戦うにも自爆ドローンが追ってくるし、振り切ろうとして逃げ回った分新しい自爆ドローンが出てくるので、個人的にはこの第2形態が一番手強い。ちょっと拾いながら戦うのも辛いな。しょうがないのでこいつを分解して使うか。二刀流にしとけば片方を吹っ飛ばされてもまだ戦えるでしょ。ついでに言い訳程度の盾もくっつけといて、これでいけるか。まあ、あとはなんとか一撃食らわすことができれば。で、ボスは形態によって攻撃方法が変わるんだけど、あと浮遊する高度が第一形態よりも高くなってるのも地味に厄介。くらえ。よっしゃ。これで最終形態になったんだけど、この第3形態では強力なレーザー砲が厄介なんだよね。しかも第2形態よりもさらに上空を飛ぶようになったので、さらに長い武器が必要。上の方に長い武器を振り回すのは結構難しいんだよね。って言ってもね、レーザーが発射されるまでにはエネルギーチャージの時間があって、さっきの第2形態ほど攻撃回数は激しくないし、確実に人間を狙ってくるので防御もしやすいんだよね。最悪ノーガードで食らっても1回のレーザー照射ではやられないので、よし、ボスを倒すことができました。ということで古代のコア前編やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。前回の古代の蘇生装置を使った何回やられてもそのうち倒すっていう戦法で完全に力技だったんだけど実際かなり強力な敵なので、どうしても倒せないっていう場合はこういう手段を試してみるのもいいんじゃないでしょうか。
何にしてもこれで倒すことができたので、なんだ？ちょっと状況がわかんないんだけど、ボスがまだ生きてる世界線に飛ばされたみたいです。どうやらボスを倒したことってこの世界の螺旋力がプルスウルトラしてゼクノバを起こしたみたいですね。これは困ったことになったんだけど、今回は力技のみで戦ったのでちょっと違う倒し方も試してみようかな。ということで次回は古代のコア後編やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。